こんにちは、ちゅうです。今回は昨日言ったスタンダードプロダクツの購入品をご紹介したいと思います。渋谷マークシティ店と新宿アルタ店をはしごしたんですが、新宿アルタ店の方がお店が広く、品揃えも良かったです。残念ながら不良品もあり、返品することになった商品についてもお話ししていきます。よかったらこのままご覧ください。こちらは手のひらサイズの深皿です。バンブーファイバー 35% と書いてあり、竹の繊維が入っているようです。残りの 65% はメラミンなので、プラスチックのような素材ですが、マットな質感なのであまり安っぽくなく、カチャカチャ音がしないのでいいなと思って買いました。食洗機はレンジでは使えないので、洗うときはスポンジで洗い、温めるときは他の器などで温めてから使う必要はありそうです。色は他にブラウンなど4色ほどありました。サイズはこれより一回り小さいサイズのボウルと浅い丸皿もありました。木のスプーンが欲しくてこれを2本買いました。同じだと思って買っていたんですが、実は種類は違うもので、レンゲスプーンの方が若干長くて浅く、カレーなどを食べるのにはこちらの方が向いていそうです。デザートスプーンの方は比較的短くて深いので、スープなどはこちらの方が使いやすそうです。色も微妙に違うので、見た目だったり使う用途によってどちらを買うか決めると良さそうです。パッと見すごく似ているので、手に取ってよく確認してから買うようにした方がいいと思います。これは渋谷マークシティ店になかったので、新宿アルタ店で買いましたものです。丸い取り皿は前回の動画でもご紹介したナチュラルキッチンで購入済みなんですが、魚だったり焼き鳥だったり細長いものを乗せる用の木のお皿が欲しくて買いました。割と厚みはあるんですが、結構軽いので使いやすそうだと思います。この商品は何度も使えるジップロックのようなケースです。土日に作ってよく作り置きをするんですが、毎回使い捨てていてもったいないなと思っていて、これなら洗って何度も使えるのでいいなと思って3つ買いました。これは食洗機、電子レンジ、オーブンどれも使えるので、このケースに入れたまま作り置きした料理を温めて、先ほどのバンブーボウルやお菓子やプレートに移して食べるという風にすれば良さそうだなと思っています。色は黒っぽいものもあったんですが、私は中身がわかりやすい方がいいと思ってクリアを選びました。ソースを入れたり汚れが気になる方は黒い方がいいかもしれません。サイズは私が行った時はこの大きさしかなかったんですが、1リットルと書いてあったので小さいサイズもあるのかもしれません。実際に冷凍の焼き鳥はこのシリコンバッグに入れて電子レンジで温めてみました。この時ロックバーをつけたまま温めてしまったんですが、蒸気が逃げないので爆発しそうになりました。電子レンジやオーブンで使うときは説明にも書いてありますが、必ずロックバーを外した状態で温めるようにしてください。木のお皿に焼き鳥を乗せたらいい感じでした。このランチバッグはポンが出社するときにお弁当を持っていくので買っています。今はオーサムストアで買ったものを使っているんですが、ちょっと大きくてかさばるみたいなのでコンパクトサイズでいいなと思って買いました。チャックがガバッと開くので中身が見やすいのもポイントです。お弁当箱はダイソーで買った 950ml 入るケースなんですが、それが縦でも横でも入るので、食べ終わったら縦にして入れるとカバンのスペースをあまり取られずに入れられそうです。続いてはエプロンです。これも渋谷店にはなかったので新宿店で買っています。料理をするときに油が跳ねるのでエプロンがずっと欲しかったんですが、安くても2000円前後するものばかりでちょっと高いなと思って買えずにいました。このエプロンは税込みたった550円で、意外と生地もしっかりしているし、見た目もシンプルでおしゃれなのでいいなと思って買いました。上からかぶれるタイプなので楽ちんだし、ポケットもついているのでコスパが良さそうです。続いてはディフューザーです。そろそろディフューザーが欲しいと思っていて、まずは安いものから試してみようと思って買いました。箱を開けるとスティックが入っていて、キ
キャップを開けてそこに挿して使います。香りは他にもたくさんあって、ホワイトマスク、グリーンティー、フローラルなど10種類ぐらいありました。実際に玄関に置いてみましたが、インテリアの邪魔をしない見た目でいい感じです。こちらは植物をぶら下げるためのロープです。うちは植木鉢もグレーなのでちょうどいいなと思って買いました。上の部分は S 字フックでカーテンレールなど丈夫なところに引っ掛けて吊るすと良さそうです。ロープ自体はそこまで頑丈そうじゃないんですが、うちで使っている重みのあるセメントの鉢でも問題なく吊るせています。続いてはクッションです。うちはラグを敷いていて、ここでゴロゴロすることもあるんですが、寄りかかるものがなくてちょっと不便に思っていたところ、550円のシンプルなクッションを見つけたので買いました。本当はこれにカバーをつけると思うんですが、色が気に入っているのでこのまま使おうと思っています。あと、ダイニングの椅子に座布団がなく、1時間以上座っているとお尻が痛くなってしまうので、座布団のように使おうとも思っています。こちらが最後の商品なんですが、残念ながら返品することにしたものです。蓋付きのゴミ箱で770円なら安いと思って買ったんですが、噛み合わせが悪くてうまく蓋を設置できず、返品することにしました。たまたま私が手に取ったものが不良品だったのであれば交換も検討しているんですが、お店に並んでいる時も蓋が外れているものばかりだったので商品自体に問題がある気もします。ちなみに返品は店舗に直接持っていけば現金で返金してくれるとのことだったので、近いうちにまたお店に行く予定です。今回の動画はこちらで以上です。これからもこういった購入品紹介や動線についてのお話、お金の管理について公開していきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。